り解説。1964年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。こんにちは、マリサ。今日は1964年の日本公開映画ベスト10を振り返ってみようと思うんだけど、1964年って、ちょうど東京オリンピックの年でもあったんだよね。そうだぜ、レイム。東京オリンピックが開催されたことで、まさに日本が世界に注目された年だったんだよ。映画も大きな影響を受けて、名作がたくさん公開されたんだ。そうなんだ。映画とオリンピックが同じ年って、なんだかすごいね。どんな映画が公開されたの？映画の中でも、フランス映画やイタリア映画が日本でも注目された時代だったんだ。その中には今でも語り継がれる名作が多くて、今日はその中から特に有名な作品を紹介していくよ。1964年に公開された映画って、どんなものがあるんだろう。すごく楽しみだね。おう、今回は、シェルブールの雨傘や、マイ・フェア・レディといった映画が登場するんだ。それでは、10位から順番に見ていこうか。第10位、シェルブールの雨傘。シェルブールの雨傘は、1964年に公開されたフランス映画で、ジャンピエール・レオとカトリーヌ・ドヌーブが主演するロマンティックなミュージカル映画なんだ。ロマンティックなミュージカル映画なんだね。じゃあ、どんな話なの？物語は、フランスの小さな町シェルブールを舞台に、愛し合う二人の若者、ジェネビエーブとギーの悲恋を描いているんだ。彼らはお互いに深く愛し合っているんだけど、ギーが戦争に行くことになり、その間にジェネビエーブは妊娠してしまうんだ。それは切ない話だね。戦争が二人の関係に影響を与えてしまうんだね。そうだね。この映画が特別なのは、セリフがほとんど歌で表現されるという点なんだ。普通のミュージカル映画とは少し違って、全編を通して歌が語られているんだよ。歌だけで物語が進むんだね。それってちょっと新しいスタイルの映画だね。どんな歌が使われてるの？映画の音楽はミシェル・ルグランが担当していて、特にシェルブールの雨傘のテーマ曲が有名だよ。この曲は映画の象徴的なメロディーで、今でも多くの人に愛されているんだ。音楽が大きな役割を果たしているんだね。それに、カトリーヌ・ドヌーブの演技も印象的だと聞いたことがあるよ。その通りだ。ドヌーブの演技は、この映画で彼女のキャリアの中でも最も重要なものの一つと言われているんだ。彼女の美しさと演技力が映画の雰囲気をさらに引き立てているんだよ。なるほど。そういう背景があったんだね。戦争と愛の話って、どうしても感情が揺さぶられるよね。そうだね。シェルブールの雨傘は、その悲劇的なストーリーと美しい音楽、そしてドヌーブの演技が絶妙に絡み合って、見る人々に深い印象を与えたんだ。フランス映画の金字塔とも言える作品だよ。それで、この映画はどれくらい評価されたの？実は、アカデミー賞にもノミネートされたんだ。外国語映画としては珍しく、最優秀音楽賞を受賞しているんだよ。すごい、評価も高い作品なんだね。シェルブールの雨傘は、今でも多くの映画ファンに愛されているんだろうね。その通りだよ。今でも映画史に残る名作として語り継がれているし、特にミュージカル映画のファンには欠かせない作品なんだ。第9位、昨日、今日、明日。昨日今日明日は、1964年に公開されたイタリア映画で、監督はビットリオ・デ・シーカです。主演はソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンニで、3つの異なるエピソードを通じて、男女の愛と人間模様を描いています。3つのエピソードがあるんですね。どんな内容なんですか？はい。1つ目のエピソード、昨日では、ナポリの下町に住む売春婦アニタ、ソフィア・ローレンが主人公です。彼女は、軍人のルイジ・マルチェロ・マストロヤンニと一夜を共にし、その後、予期せぬ妊娠が発覚します。アニタは、子供を育てる決意を固めますが、ルイジは戦争に行くことになり、二人の関係は試練に直面します。予期せぬ妊娠と戦争が絡む複雑な状況ですね。そうですね。二つ目のエピソード、今日では、ローマの高級住宅街に住む裕福な主婦アデイレ、ソフィア・ローレンが登場します。彼女は、家政婦のマリア・シルバーナ・マンガーノと共に、夫の浮気を疑い、
探偵を雇って調査を始めます。しかし、調査の結果、予想外の事実が明らかになります。夫婦の信頼関係に亀裂が入る話ですね。最後のエピソード、明日はどんな内容ですか？明日では、ナポリの海辺で出会った男女の一夜の物語が描かれます。ソフィア・ローレン演じる女性とマルチェロ・マストロヤンに演じる男性が、情熱的な関係を持ちますが、翌朝、女性は姿を消してしまいます。男性は彼女を探し続けますが、結末は切なくも美しいものです。3つのエピソードそれぞれに、愛の形や人間ドラマが描かれているんですね。その通りです。昨日今日明日は、ソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンニの魅力的な演技と、ビットリオ・デ・シーカ監督の巧みな演出によって、1964年のイタリア映画界を代表する作品となりました。この映画が第9位にランクインするのも納得ですね。はい、今なお多くの人々に愛され続ける名作です。第8位、山猫。ねえマリサ、今日は山猫って映画の話だよね？これってどんな映画なの？おう、レイム。山猫は、1963年に公開されたイタリア映画だぜ。監督はルキーノ・ビスコンティで、バート・ランカスターやアラン・ドロン、クラウディア・カルディナーレが出てるんだ。そんな豪華なキャストが揃ってるんですね。でも、どうして山猫ってタイトルなんですか？タイトルの山猫は、映画の中で登場人物が抱える困難や時代の変化を象徴してるんだ。物語は1860年のイタリア、シチリア島を舞台にしてて、貴族の家系に生まれたサリナ公爵、バート・ランカスターが、政治的な変動に直面するんだぜ。サリナ公爵はその変化にどう対応していくんですか？公爵は、イタリア統一運動の影響で自分の家族や貴族としての地位が揺らぐのを感じるんだ。でも、彼はその変化を拒否せず、家族や貴族の誇りを守ろうと必死に頑張るんだよ。なるほど。変化に対応しながらも、自分の誇りを守ろうとするんですね。それで、タンクレディとアンジェリカっていう二人の登場人物がいるんですよね？そうだぜ。タンクレディ・アランドロンは、公爵の甥で、革命派に参加したりする青年なんだ。で、アンジェリカ・クラウディア・カルディナーレは平民の娘で、タンクレディと恋に落ちるんだよ。でも、これがまた波乱の展開になっていくんだ。恋愛の展開がそんなに大変なことになるんですね。その通りだぜ。タンクレディとアンジェリカは、身分や社会的な立場が違う中で愛を育むけど、最終的には貴族の誇りと、家族の期待に挟まれながら、物語が進んでいくんだよ。それで、最後には公爵はどう感じるんですか？公爵は、時代の変化と自分の老いを感じ、最終的には自分の死をも考えるようになるんだ。映画の中で、彼は歴史の大きな流れが自分や家族に与える影響に気づき、心の中で決断を下していくんだ。なんだかとても深い映画ですね。ただの恋愛物語じゃなくて、時代背景や人間の成長も描かれているんですね。その通り、山猫は、単なる歴史的なドラマじゃなくて、時代の変化に翻弄される人間ドラマでもあるんだ。だからこそ、今でも名作として評価され続けているんだよ。なるほど。そういう深いテーマがあるからこそ、今も評価されるんですね。そうだぜ、レイム。時代と共に生きるっていうテーマは、今でも共感できる部分が多いんだ。だからこそ、多くの人がこの映画を見て、心に残るものがあるんだよ。第7位、リオの男。リオの男は、1964年に公開されたフランス・イタリア合作のアクション映画で、監督はフィリップ・ド・ブロカだぜ。主演はジャンポール・ベルモンドで、彼が演じるアドリアンがリオデジャネイロで繰り広げられる冒険が描かれているんだ。アランドロンじゃないんですね。ジャンポール・ベルモンドって、どんな俳優なんですか？ジャンポール・ベルモンドは、フランスの人気俳優で、アクション映画やコメディで活躍しているんだ。リオの男では、ちょっと退屈な日常を送る青年アドリアンを演じているんだよ。なるほど。物語の舞台やあらすじはどんな感じなんですか？物語は、アドリアンがパリで休暇中に、考古学者のカタラン教授が関わる博物館の肖像盗難事件に巻き込まれるところから始まるんだ。
アドリアンは、フィアンセのアニェスと共に事件を追い、最終的にはリオデジャネイロへと舞台が移るんだ。アドリアンとアニェスが一緒に事件を追うんですね。リオデジャネイロではどんな冒険が待っているんですか？リオでは、アドリアンとアニェスが肖像の秘密を解き明かそうとする中で、誘拐や裏切りに巻き込まれながらも、財宝をめぐる冒険が展開されるんだ。アクション満載で、最後まで目が離せない展開が続くんだよ。アクションと冒険が詰まった物語なんですね。ジャンポール・ベルモンドの演技はいかがでしたか？彼の演技は、アドリアンのちょっと間抜けだけど憎めないキャラクターを見事に表現していて、観客を引きつける魅力があるんだ。アクションシーンも迫力があって、見応え十分だぜ。それは楽しみですね。リオの男はどのような評価を受けているんですか？公開当時から高い評価を受けていて、特にアクション映画としての完成度や、ベルモンドの演技が称賛されたんだ。今でも多くの映画ファンに愛される作品だぜ。アクションと冒険、そして魅力的なキャラクターが詰まったリオの男。ぜひ見てみたいですね。ぜひ見てみてくれ、レイム。きっと楽しめる作品だぜ。第6位、日本侠客伝。日本侠客伝は、1964年に公開された任侠映画だぜ。主演は中村金之助で、彼が演じる主人公政治が、任侠社会で生きる男のドラマを描いているんだ。任侠映画なんですね。主人公はどんなキャラクターなんですか？政治は、男気と義理堅さで仲間や家族を守るために、時には厳しい選択をするんだ。正義感に溢れてるけど、時にはその正義が自分を危険にさらすこともあるんだよ。それは大変ですね。でも、どうしてそのような状況に巻き込まれるんですか？物語の中で、政治が所属する組織が新たに起こる構想に巻き込まれていくんだ。政治は、任侠の世界での信念と家族の大切さを守るために、危険な選択を強いられるんだよ。なるほど。組織の構想がきっかけで、主人公が苦しんでいくんですね。その通りだぜ。特に、政治の義理や仲間との絆が試されるシーンが多くて、その中で成長していく姿が見どころだな。そうなんですね。仲間との絆が本当に大事なテーマなんですね。その絆が政治の強さの源だよ。映画は単なるアクション映画じゃなくて、人間ドラマもしっかり描いていて、見る人の心を打つ作品だぜ。アクションとドラマがうまく融合しているんですね。映画の中で特に印象的なシーンはありますか？やっぱり、政治が家族や仲間を守るために戦うシーンだな。特にラストの決戦シーンは圧巻だぜ。見ているこっちも緊張感が伝わってくるんだよ。そのシーンは本当に気になりますね。日本侠客伝はどんな評価を受けているんですか？公開当時から高い評価を受けていて、特に中村金之助の演技が素晴らしいと評判だったんだ。任侠映画の金字塔として、今も多くの映画ファンに愛されているんだよ。やっぱり演技が光る映画なんですね。私もぜひ見てみたくなりました。ぜひ見てみてくれ、レイム。日本侠客伝は、任侠映画の魅力を存分に楽しめる名作だぜ。第5位、007危機一髪。007危機一髪は、1964年に公開されたイギリスのスパイ映画で、ジェームズ・ボンドシリーズの第2作目だぜ。主演はショーン・コネリーで、監督はテレンス・ヤングが務めているんだ。ショーン・コネリーさんがボンド役なんですね。物語のあらすじはどのような内容なのでしょうか？物語は、ジェームズ・ボンドがソ連の暗号解読機をめぐる陰謀に巻き込まれ、国際的な犯罪組織と対決するストーリーだぜ。舞台はイスタンブールやベニスなど、ヨーロッパ各地が舞台になっているんだ。ソ連の暗号解読機をめぐる陰謀なんですね。ボンドはどのようにしてそれを解決するのでしょうか？ボンドは、ソ連のスパイタチアナと協力しながら、暗号解読機をめぐる陰謀を暴いていくんだ。その過程で、国際的な犯罪組織や刺客との戦いが繰り広げられるんだよ。アクションシーンが多く、スリリングな展開が期待できそうですね。どのような評価を受けた作品なのでしょうか？公開当時から高い評価を受け、興行的にも成功を収めたんだ。ショーン・コネリーのジェームズ・ボンド役は、多くのファンに愛され、
シリーズの中でも特に人気の高い作品となっているんだぜ。シリーズの中でも特に人気が高い作品なんですね。でも、ちょっと面白い情報があるんですよ。なんだ？気になるぜ。実は、この映画、1972年に再上映された際に、放題が007ロシアより愛を込めてに変更されたんですって。ああ、それは映画が公開された当初よりも、ストーリーに対する認識を新たにするための変更だったんだろうね。ロシアより愛を込めてっていうタイトルの方が、ジェームズ・ボンドとソ連との関わりを強調する意味合いがあって、観客の関心を引いたんだろうな。なるほど。放題の変更にもそういう背景があったんですね。映画の印象を少し変えるような試みだったんですね。そうだぜ。タイトル一つで映画の印象がガラッと変わるから、当時の観客にも新鮮に映ったんだろうな。007危機一発は、シリーズの中でも特に優れた作品だから、今でも多くの人に愛され続けているんだ。なるほど。面白いエピソードですね。ぜひ見てみたくなりました。ぜひ見てみてくれ、レイム。007危機一発は、スパイ映画の魅力が詰まった名作だぜ。第4位、アルゴ探検隊の大冒険。アルゴ探検隊の大冒険は、1963年に公開されたアメリカのアドベンチャー映画で、監督はドン・チャフィ、主演はトッド・アームストロングがジェイソン役を、ナンシー・コバックがメディア役を演じているんだ。トッド・アームストロングさんとナンシー・コバックさんが主演なんですね。物語のあらすじはどのような内容なのでしょうか？物語は、古代ギリシャの英雄ジェイソンが、王位を奪ったペリアス王に父の仇を討つため、黄金の羊毛を求めてアルゴ船の船長として冒険に出るというもの。仲間たちと共に様々な試練に立ち向かうんだ。黄金の羊毛を求める冒険なんですね。どのようなエピソードが展開されるのでしょうか？ジェイソンと仲間たちは、怪物や妖怪、さらには裏切り者とも戦いながら、コルキスの王女メディアを助け、黄金の羊毛を手に入れようとする。メディアとのロマンスも物語の重要な要素だぜ。アクションやロマンスが詰まった物語なんですね。出演者には他に誰がいるのでしょうか？他には、ゲイリー・レイモンドがアカスタス役、ダグラス・ウィルマーがペリアス役を演じている。ローレンス・ナイスミスやナイアル・マクギニスも出演しているんだ。豪華なキャストですね。アルゴ探検隊の大冒険はどのような評価を受けているのでしょうか？公開当時から高い評価を受け、特にレイ・ハリーハウゼンの特殊効果や、ギリシャ神話を元にしたストーリーが観客に好評だった。今でもアドベンチャー映画の名作として知られているんだ。なるほど。特殊効果やストーリーが魅力的な作品なんですね。ぜひ見てみたくなりました。ぜひ見てみてくれ、レイム。アルゴ探検隊の大冒険は、冒険映画の金字塔とも言える作品だから、楽しめること間違いなしだぜ。第3位、ローマ帝国の滅亡。ローマ帝国の滅亡は、1964年に公開された歴史ドラマ映画で、監督はアンソニー・マン、主演はスティーブン・ボイドが演じるリビウスと、ソフィア・ローレンが演じるルチラだぜ。スティーブン・ボイドさんとソフィア・ローレンさんが主演なんですね。物語はどんな内容なんですか？物語は、ローマ帝国が戦いを終え、さらに半島を広げていく中で、帝位の継承をめぐる争いが描かれているんだ。病に伏せる皇帝アウレリウス・アレック・ギネスは、息子のコモブス・クリストファー・プラマーに帝位を譲ることを決心するが、コモブスはその器ではないと考え、リビウスに帝位を託す決意をするんだよ。なるほど。帝位を誰が継ぐのかが大きなテーマになっているんですね。そうだな。リビウスはもともとコモブスの幼馴染で、忠誠を誓っているけど、リビウスの能力が逆にコモブスの嫉妬を買ってしまうんだ。これが物語を通じて大きな葛藤を生むんだよ。その嫉妬が物語の展開に大きな影響を与えるんですね。コモブスはどのように帝位を掴んでいくのですか？コモブスは、アウレリウスの死後、自ら帝位につくんだが、その支配は暴君として帝国を恐怖に陥れるんだ。その過程で、リビウスやルチラは、コモブスに反抗し、帝国の未来のために戦うことになるんだよ。リビウスとルチラがコモブスに立ち向かうんですね。その戦いの中で印象的なシーンはありますか？
特に、コモブスが捕虜を処刑し、ババリア人の集落を襲うシーンが強烈だね。これを見たルチラは、自ら探検を取り、兄に対して反乱を起こすんだ。しかしその時、ベルルス・アンソニー・クエイルがコモブスの父親であることを告白するんだよ。ベルルスの告白で、コモブスの狂気がさらに強調されるんですね。その通りだぜ。最終的に、リビウスはコモブスと決闘をすることになり、コモブスを倒してルチラを助け出すんだ。しかし、決闘の後に多くの命が失われ、ローマの空には黒煙が立ち込める。壮絶な結末ですね。リビウスとルチラはどんな結末を迎えるのでしょうか？リビウスは、コモブスの亡骸を抱きかかえ、ルチラと共にその場を去っていくんだ。ローマ帝国の滅亡は、政治的な闘争や家族の絆、そして帝国の崩壊というテーマを描きつつ、壮大な歴史ドラマに仕上がっているんだよ。歴史的なドラマが深く描かれていて、感動的ですね。深いテーマと豪華なキャストで、今でも映画史に残る名作とされているんだ。ローマ帝国の滅亡はその壮大さとドラマ性が評価される作品なんだよ。第2位、シャイアン。シャイアンは、1964年に公開された西部劇映画で、監督はジョン・フォードだぜ。ジョン・フォード監督の作品なんですね。物語はどのような内容ですか？物語は、1878年、アメリカ政府の政策でふるさとイエローストーンからオクラホマ準州のインディアン居留地に移されたシャイアン族が、過酷な環境からふるさとへの帰還を目指す姿を描いているんだ。シャイアン族の人々がふるさとを目指して旅をする話なのですね。どんなキャラクターが登場するのでしょうか？主要なキャラクターとして、シャイアン族の酋長リトルウルフ、リカルド・モンタルバン、子供たちに読み書きを教える白人女性デボラ、キャロル・ベイカー、シャイアン族を追跡するアーチャー隊、リチャード・ウィドマークなどが登場するぜ。それぞれのキャラクターが物語にどのような影響を与えるのでしょうか？デボラは、シャイアン族の教育に尽力し、彼らの文化や苦境を理解しようとする人物だ。アーチャー隊は、職務としてシャイアン族を追跡しながらも、彼らの苦しみに同情する複雑なキャラクターなんだ。なるほど。登場人物たちの人間ドラマが物語を深くしているのですね。どのようなエピソードが印象的ですか？特に、シャイアン族が洞窟に隠れ、合衆国陸軍が大砲で攻撃するシーンや、内務長官とアーチャー隊がシャイアン族を救うために政治的リスクを冒す場面が印象的だぜ。そのようなシーンを通じて、物語はどのようなテーマを伝えているのでしょうか？この映画は、先住民の苦悩や人間性、そして文化的な理解と共感の重要性を描いているんだ。深いテーマを持つ作品なのですね。最後に、この映画の見どころを教えてください。ジョン・フォード監督の集大成とも言える作品で、美しい風景と迫力のある戦闘シーン、そして深い人間ドラマが楽しめる点が見どころだぜ。第1位、マイ・フェア・レディ。マイ・フェア・レディは、1964年に公開されたミュージカル映画で、アカデミー賞で主要8部門を受賞した名作だぜ。そんなに評価された作品なんですね。物語の内容はどのようなものですか？物語は、ロンドンのコベントガーデンで花を売っていたイライザ・ブーリトルという女性が、言語学者のヘンリー・ヒギンズ教授の下で鉛を直し、上流階級のレディに変身していく過程を描いているんだ。下町の花売り娘が、教授の指導でレディになるなんて、まるでシンデレラストーリーですね。まさにその通りだぜ。イライザは最初、鉛を直すのも一苦労だったけど、次第に上達して、アスコット競馬場での社交界デビューも果たすんだ。でも、そんなに簡単にうまくいくものなのでしょうか？実は、イライザがレディとして振る舞う中で、ヒギンズ教授との関係に葛藤が生まれるんだ。教授が彼女を上流社会に適応させるための実験として始まったことに、イライザは次第に自分の価値や存在意義を問い始めるんだよ。なるほど。ただの変身物語ではなく、深い人間ドラマが描かれているのですね。そうだぜ。主演のオードリー・ヘプバーンは、イライザ役でその美貌と演技力を存分に発揮しているし、ヒギンズ教授役のレックス・ハリソンも素晴らしい演技を見せているんだ。
どんな音楽が使われているのですか？踊り名歌奏や雨に歌えばなど、数々の名曲が登場するんだ。特に、スペインの雨の発音練習のシーンは印象的だぜ。そんな名曲がたくさん使われているのですね。最後に、この映画の魅力を教えてください。マイ・フェア・レディは、豪華な衣装やセット、心に残る音楽、そして深い人間ドラマが詰まった作品だ。見る人の心に残る感動を与えてくれる映画だぜ。総評またはまとめ。今回は、1964年に公開された映画の中で、特に印象に残る作品を紹介しましたね。そうだぜ、レイム。マイ・フェア・レディを筆頭に、ローマ帝国の滅亡やシャイアンなど、どれも名作ばかりだったな。どの作品もそれぞれ異なる魅力を持っていて、見る人を引き込む力がありましたね。その通りだぜ。それぞれの映画には、時代背景や人間ドラマ、音楽やアクションなど、観客を魅了する要素がたくさん詰まっているんだ。映画の魅力って、ストーリーだけでなく、出演者や音楽、そして映像美にも大きく関わってくるんですね。映画は総合芸術だから、俳優の演技や監督の演出、そして音楽や映像が全て組み合わさって初めて感動を生み出すんだ。それが映画の楽しさですね。これからもいろんな映画を見て、もっと深く映画の世界に浸りたいです。その域だぜ、レイム。映画を見ることで、どんどん新しい世界が広がっていくから、どんどん見ていこうな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。